皆様こんにちは。シンガーソングライターのしです。はい、というわけでですね、今日は久しぶりに MV 鑑賞動画やりたいなと思います。私ちょっとさ、このマイクのね磁石あったんですけど、磁石どっか行っちゃってなんか変な位置にいるんですけど、ちょっと気にしないでください。はい、そうしばらくね、その MV 鑑賞会、私のチャンネルで休止しようと思ってたんですけど、ちょっと今時間ができたのと、あと TWICE がですねカムバックいたしまして、もう本当にワンスの皆さんやばいんじゃないですか。今回の曲本当に曲が可愛すぎて、もうこれはねちょっとぜひ動画にしたいなと思ってやることにしましたはい、休止するって言っちゃったんですけど、ちょこちょこねやっぱり私がこう気になったアーティスト、好きなアーティストとかの鑑賞会はやりたいなと思ってるので、はい、今回ですねTWICE が3年と8ヶ月ぶりにフルアルバムを出したということで、本当に思いが詰め詰めなアルバムになってるということで、今日はですねそのタイトルにもなっている This is For っていう曲の MV を見ていくんですけども、今回ですね注目するポイントとしましては、個人的には歌詞かなと思います。歌詞がすごいパワフルで本当に応援歌のような歌詞になってるので、すごいそこに注目したいのと、もう一つ注目したいなと思うのが、今回ですねその MV がいろんなシーンがこうつなぎ合わせてこうできたみたいな、中にはそういう NG なこうシーンもあえてこう MV に組み込まれてるみたいで、 TWICE らしい可愛らしいこうお茶目な部分と、この10年間ねこう培ってきたカリスマティックな部分と両方見れるのではないかなと思って、はい、すごい楽しみです。はい、では早速ね見ていきたいなと思います。ダンスもすごい可愛いよね、あのダンス。はい。This is for all my ladies who don't get hyped enough. If you've been done wrong, then this your song, so turn it up. I wanna go with the baddest girls from. Might be another planet, maybe that's what Mother Nature made me. Something about that water is different. I got sick and rain confetti sweet on your tongue. うわ、これサナペンの皆様大丈夫ですか？サナペンじゃなくても大丈夫です私の一押し大好き、ももちゃん出た。かっこいい。かわいい。赤の衣装かわいい。あ、こういうとこかな。なるほどね。終わりました。ありがとうございました。いやー TWICE の皆さんはですね、本当に私とそれ多いんですけども同世代でございまして、こう一人一人すごいカリスマティックで、同じ女の子として女性としてすごい尊敬できる部分もあるし、共感できる部分もあったりとか、なんかそうやっぱりね
同じ年齢の方がねこうやってねこう美しく、そして自分らしく輝いてる姿を見るのって本当に毎度なんですけど、勇気もらえますよね。はい、もちろんですね、私と同じ世代じゃなくてもTWICEの姿を見て、こう例えばですよ、ちょっと可愛くなろうとか、お化粧頑張るとか、ファッション磨こうとかね、こうなんか明日も部活頑張ろうとか、仕事頑張るとか、本当にいろいろあると思うんですけど、やっぱりすごい音楽って、その芸術ってなんかすごい力があるなっていつも思います。はい、私最初にその歌詞に注目したいとか言ってたんですけど、もうそれどころじゃなかったですねもう本当に画面がもう美しすぎて、もうマジで持ってかれました。もう全部で全員ですよ、本当にダメだよ。この赤の衣装可愛いですね。何ファッションって言ったらいいのかちょっと分かんないですけど、なんかアラビアンでもないし、でもなんかこのちょっと毛糸の生地でちょっとキラキラが入っててめっちゃ可愛いいやー本当にね、このサナちゃんのとこもやばいですね。もう番組あるじゃないですか、韓国のサナちゃんが MC してる番組、レックさんとねこう MC してる、なんだっけ、冷蔵庫インタビューでしたっけそう、あれ私も見てるんですけど、本当にいろんな人をメロメロにしててでもサナちゃんだからもうなんか全然こう嫌味がないというか、すいませんこうサナちゃんだからもう OK みたいなね、本当に賢い方なんだろうなって思います。本当にいい意味で、テレビとしてここは自分が話した方がいいとか、ここはちょっと引いた方がいいとか、そういうところをしっかりなんかこう分かってらっしゃる方で、なんか本当に素敵だなと思います。はい、かっこいいですね。もうほんまにかっこいい1歳私ちょっと下ですよね、多分ちょっと下だけど、でも1歳ぐらいしか変わんないね。いや本当に素敵だなと思います。もう男女問わずね、こう憧れられる、こうファンになる理由が分かりますよね。はい、私一番ジョンヨンちゃんが好きなんですけども、TWICE って何ですか、オーディションから誕生したグループじゃないですか。オーディションを全部見たわけじゃないんですけども、でもそうですね、デビュー当初から TWICE の曲聴かせていただいてて、で私のお友達で韓国人の子が一人いたんですけども、その子が、めっちゃ聴いてました曲元気かな。最近の TWICE は特に、もちろんその TWICE っていうグループとしても魅力的なんですけども、一人一人が本当に輝いてるなって印象ですね。 K-POP のアイドルとか、そのアイドルのイメージがこう女の子だと白くてもう細い、本当にご飯食べてないでしょっていうぐらいの体型が、なんか一時は流行りというか、そういうなんか暗黙のなんかルールみたいなのがあったじゃないですか。じゃなくて、なんかしっかりこうお腹鍛えて腹筋割れてて、すごい健康的な姿、肌もその真っ白とかにせずに、あえてこう焼けてたりとか、実際にすごいスポーツしてるこう姿を見せてくれたりとか、なんか日本とかその韓国ってこうなんか暗黙のなんかこうじゃなきゃいけない、こう人から外れたら恥ずかしいみたいな、そういう習性があるなと思うんですけど、なんかそうやってこう第一線でこうやってこう人前でお仕事をされる方がこう先陣切って、また違うこれもいいけどこのスタイルもいいんだよって、私はこのスタイルが好きですみたいなそういうのを見せてくれることによって、なんかこうさらに世界でも活躍できると思うし、それを見てるアイドル界でもその一般の人たちでも生きやすくなるというか、こう活動しやすくなるなって思うんですよ。なんかそれを作ってくれてありがとうみたいなもっとアメリカとか行けばね、もっとその個性があってなんぼみたいなところがあるんで、なんだろうな、日本は日本で韓国は韓国でいいところはたくさんもちろんあるんですけど、でもなんかこうそれが行き過ぎると人ってやっぱり生きにくくなるというか、なんかそれが間違いだみたいな、全然その間違いじゃないのに間違いだってこうレッテルを貼れる、なんかそういうのは本当に私も嫌だなと思うので、ね、こういうことができるのは本当に素敵だなと思います。もう救われてる人たくさんいると思うので、私も含め、はい、私はもう全然スタイル良くないので本当にボタボタ
足も本当に極太ですしそう TWICE のメンバーのようにしっかりこう鍛えて細いけど細すぎないみたいな、そういうスタイルを私も目指したいなと思います。ジヨちゃんって本当にハッピーオーラすごいなと思うんですけど、TWICE のメンバーみんななんですけど、本当にハッピーオーラが出てるんですよね。私もそんな人間になってれっていうといいなと思います言えてないって感じですかね。K-POP 界って本当に入れ替わりが激しくて、脱退があったりとか、事務所の契約が切れたりとかして結構解散しちゃうケースが多いんですけど、これからなのみたいな、そういうグループが結構解散しちゃったりとか、そう私ママムーがすごい好きだったんですけど、ママムーも解散しちゃったし、そうなんですよね。そのグループによっていろいろ流れみたいなのがあるし、いろいろあったとは思うんですけども、 TWICE もたくさん乗り越えてきて、で本当に絆が深いグループなんだなと思います。セブンティーンの時も同じようなコメントしたんですけど、セブンティーンも同じく10周年なんですよね。この世代のグループってめっちゃ絆強いですよね。人としてすごい尊敬できる人が本当に多いですね。同世代なんですけどめちゃくちゃ誇りですね。と同時にこの10年本当にもう何ですか、身を削って頑張ってきたと思うので、ちょっとやっぱり、これからも活動していってほしいんですけど、活動するためにファンからしたらちょっとショック受ける方もいるかもしれないですけど、女の子なので特にやっぱり恋をしててほしいなって思うし、してるかもしれないですけどこれからまたその TWICE が先陣切って新しい形のアイドルを作り上げていってほしいなって思うし、やっぱり幸せでいてほしいから私ジョユンちゃんすごい好きなんですけど、3年前ぐらいにパニック障害になっちゃったんですよね。いやアイドル、その K-POP の中では結構よくある話らしくて、よくあってはならないんですよ、こんなことね。で私も去年パニック障害になっちゃったので、いろいろ本当にいろいろ理由が重なってなっちゃったんですけど、で今はやっと普通の生活が送れるぐらい全然ウォーキングもたくさん行ってるし、なんですか、音楽活動もさせていただいてるし、たまにちょっとしんどいな時あるんですけど、なんとかなんとか前向きに過ごせてるので、でジョヨンちゃんの大変さとかは分かるんですよ。でも普通に今もこうやってアイドル活動をされてるので、いやマジですごいなって思います。本当にこんな結構きついので、これジョヨンちゃんがステージに立った時に、まだ症状が落ち着いてない時にステージ立って、で手がすごい震えてたんですよね。その震えてた手をサナちゃんが握ってくれたりとか、もう聞いたら泣きそうになるんですけど、ほんまに素敵やなと思って、ちょっと自分と重ねちゃって、そういう時の大丈夫だよって言葉じゃなくても、そういう行動でも何より救いになると思うので、JYP の事務所って個人的にはちゃんと人の気持ちを考えてスケジュール組んだりしてくれてる事務所なんだろうなとは思うんですけども、でもテレビで過酷なスケジュールですねって言っちゃうぐらい、人間ってある程度は我慢できると思うんですけども、その公共の場で言っちゃうぐらいってことは相当やっぱりきついんだろうなって思うんですよ。すいません、男性の方が見てたらちょっと申し訳ないですけど女の子だとやっぱり女性の日もあったりするので、だからそういう面でもやっぱり無理はさせないでほしいなって思いますね。歌詞を見させていただいたんですけど、これは私たちの女性のためになったもっと脚光を浴びるべき人たちへの向けた本当に応援歌ですね。男女問わずだと思いますね。もっとあなたは脚光を
浴びるべき人たちよみたいな、そういう感じですね。なんかちょっとさ、宇宙みたいなところで出てたよね。なんかスペースみたいな、プラネット、そう、ひょっとしたら違う惑星、きっと母の大地が私を産んだ場所なのかもみたいな、なんかもうちょっと歌詞の意味とは違うかもしれないですけど、もう TWICE なんかいずれ地球越えて宇宙でなんかライブしてそうだなってちょっと思ったんですけど20年後ぐらいに TWICE 活動してたらなんか宇宙で歌ってそうだなってちょっと思ったんですけどわかんないですよね。もしかしたら行くかもしれないですよ。そういう時代になってるかもしれないですよ。なんかすごい前向きなエネルギッシュな歌ですね。ちょっと最近ウォーキング頑張ってるのでたくさん聴かせていただきたいなと思います。いや、ありがとうございました。すいません、なんか途中で個人的な感想をベラベラお話しさせていただいたんですけど、はい、やっぱり MV 鑑賞楽しいですね。やっぱりやりたいよなこれな。はい、ではということでですね、TWICE のライブが再来週にあるんですよね。めっちゃ羨ましい。めっちゃ行ってみたい。本当に私の友達ワンスいないからな。ガチワンスいないですね。本当に行かれる方全力で楽しんできてください。ただ熱中症には本当に気をつけてください。グッズ並ぶ時とかね、気をつけてください。マジで普段外に出られてる方は大丈夫だと思うんですけど、私みたいに在宅ワークの方急にやっぱり熱中症って3日後ぐらいに来るので、本当に塩飴とポカリですね。ポカリアクエリ強いと思うので、はい、それを持参していただいて本当に素敵なライブになるといいですね。はい、そしてですね、私もTWICE とはまたちょっと違った形なんですけども、ソロで活動をさせていただいてます。今年はですね、念願の MV を作成していってるので、音楽でたくさんの人の力になれたらいいなと思ってます。はい、よろしければそちらもご覧いただければ幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。キーでした。ありがとうございました。